今24です。ここで蕎麦屋やるからよかったらここでお店やらないっていう風に話いただいて、じゃあぜひっていう感じで。お待たせいたしました。10番の方ですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。かき揚げ、天ぷら全部サクサクですね。シンプル美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。お待たせいたしました。朝セット半かけそばカレー丼です。絶対に美味しい状態でお客様のことをお待ちしてるので、3期亭に来て絶対後悔することはないと思うので、ありがとうございました。またお待ちしております。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。意外とそうですよ。桂さんはもうこのお店立ち上げ当時からいらっしゃるんですか？います。試作の段階からこのお店が立ち上がるという立案のところから、もともと洋食のコックなんです。独立して13年ぐらいになりますか。ちょっと僕経歴が変わっててですね、新調理技術っていうですね、最新の調理技術を駆使したデジタルクッキングっていうジャンルなんですけど、今から約25年ぐらい前からずっと実践と研究を重ねてやってたっていう経緯があってですね、ミシュランでビッググルマンを取ったお店で教えてもらって、コロナの間にですね、うなぎのことをもっとよく勉強していろいろと、今やっと自分が納得いくうなぎが焼けるようになったという風でございます。今は主にジビエだったりとか、漁師さんから直接物を取引したりとかで、ちょっと変わった食材を使ったコース料理の夜はメインでやってるお店です。これで大体何人分ぐらい？これでね、一応ね、70いってるんですけど。どういったきっかけでその立ち食い蕎麦屋さんのプロデュースをすることになったんですか？たまたま名古屋駅に立ち食い蕎麦屋をやる物件みたいなものが出たもんだから、そこでやらないかという声をかけていただいてたという、やってみようかなという経緯でございます。その立ち食い蕎麦というのはオーナーさんが決められたんですか？もともと物件の広さで席数の問題とかを考えると立ち食いそばがいいだろうと。で、あと名古屋にもないですし、麺を打つ機械の特性上立ち食いそばに適した機械だから立ち食いそばがいいんじゃないのかという提案で、お互い詰めながら立ち食いそばになったという形でございます。メニュー開発されてるんですけど、どういったこだわりとかが？こだわりはですね、いかに安くできるかというのがまず一つ。でもう一つは天然の材料を極力使って化学調味料がない状態でやりたいっていうのがもう一つ。かき揚げなんかは中食でお惣菜を作ってた経験を生かして、いかに野菜をたくさん食べれるように大きく作れるかというのを、コスト安く作れるかというところがこだわりの一つでもあります。飲食店自体が僕自身が30年やってて、時代背景の流れにいかに合わせれるかっていうのがまず一つなのと、いいものを
を作って提供することによってお客さんを元気にできるっていうところと、元気になっていただいたのがやっぱり僕たちも元気になれるというウィンウィンな関係っていうのがやっぱり大事かなっていうふうに思います。これからですね、名古屋に新しい文化として立ち食いそばが根付いていくような文化になっていったらいいなっていうふうに思ってます。3期で立ち上げで大変だったこととか辛かったことってありますか？朝早いこと5時50分にはまず来るんで、安全運転朝の9時半10時にはいなくなって、今度うなぎ屋さんの方をやりに行くので、夜は何時まで働いてるんですか？だいたい10時ぐらいまでやってます。寝る時間も削ってですね。はい。肉のトッピング用とかき揚げ用です。漁師さんから直接物を取引したりとかで、お店です。しんちゃん、各線1.6、大丈夫。飲んでいいですか？いいよ。はい。天ぷら用と今はタヌキを一緒に。だし屋さんにお願いをしてブレンドしてもらってる特製のカレー粉です。今何分でした？味の特徴は和だしの香りが全面的に出るようになってて、程よい辛さ、万人受けする辛さの量で調整をしてあるっていうのと、カルダモンの香りがほんのりとするちょっと上品なカレーですね。お客さんに蕎麦湯ありませんかって結構聞かれるので、最近始めました。ラジオ美味しい
お湯も入れてるとこあんまないですよね。お湯も入れてるところはもちろん少ないんですけど、このね筒がね肝なんですよ。僕が考えた誰でも簡単にかき揚げができるという。芋があると骨組みになるんで空気がくんですよね。はい。段ボール売りしますので、はい、カレーせいろコロストッピングです。はい、お待たせいたしました。2番でお待ちのお客様、お待たせいたします。ぶっかけそばかけそばで。お待たせいたしました。3番でお待ちのお客様、ぶっかけそばとかけそばです。お箸とレンゲこちらからお取りください。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。そういったところの使った方がいいんですか、このタイミングで。お待たせいたしました。めちゃくちゃ美味しいです。かき揚げ天ぷら全部サクサクですね。じゃあいつも天ぷら頼まれます？天ぷら頼みます。まだ2回目なんですけど、岩倉にもともと店主のお店があって、そこで出る料理が全部美味しいんで、新しくできたって聞いて今日来ました。他で白焼き頼むんですけど、物足りないですよ、やっぱり。でしょ。炙るんですよ。焼きたての状態に戻るんですよね。それがみんなめちゃくちゃ美味しいって言って。朝定で好きな席でお待ちください。にある熟堂がある。この辺に来てて、そうなんですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。朝セット半かけそばカレー丼です。お待たせいたしました。
ます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。店長さんですよね。そうです。初めてできたお店なので、配属というよりかはここで蕎麦屋やるから、よかったらここでお店やらないっていう風に話していただいて、じゃあぜひっていう感じで始めた感じです。お店をやりたかったんですね。というのは飲食店で結構長く働いてたんで、やってみたいなと思って始めた感じです。おいくつなんですか？今24です。若いですね。お待たせいたしました。こちらからお取りください。どうもありがとうございます。すみません、お待たせいたしました。8番の方ですね。お待たせしました。お箸でこちらからどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。番号でお呼びいたしますので、お席の場所でお待ちください。朝はいっぱいになって入りづらいかな。いや、朝から10時までは朝セットっていうのをやってて、半そばとカレー丼。職場が近いから朝ご飯にちょうどいいですよね。飲食の経験があったということなんですけど、そうですね。どういったのを経験されてきたんですか？高校2年生の時からパスタデココっていうココイチ系列の名古屋名物のあんかけスパゲッティ屋さんで5年以上働いてて、ココイチ接客が結構厳しいというか、接客に関して学んでて、それで接客業が自分に向いてるなと思ってたんで、今やってる感じです。ご飯にちょうどいいですよね。もう次の方に。すみません、お待たせいたしました。春菊かき揚げ。春菊ね。はい、たぬきトッピングですね。ははいい、ありがとうございます。お先に。またお待たせいたしました。カレーせいろそば野菜かき揚げの方ですね。書き出しますね。またお待たせいたしました。こちらレシートもよろしいですか？大変お待たせいたしました。地の幸盛り合わせになります。こちらに置いておきますね。はい。ごゆっくりどうぞ。春菊美味しい。それも見て換気で飲んでください。了解です。必ず見ます。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。ぶっかけそば少なめ野菜かき揚げ1つ入ってます。せいろ少なめ野菜かき揚げが合計で2つです。こちらの番号でお呼びしますので、お好きな席で少々お待ちください。限界がある。お待たせいたしました。10番の方ですね。お待たせいたしました。10番の方ですね。ファミマあれですよね。サブケア金額低くなりするから。あ、そうだ。先だけで。黙食みたいな。そうです。ありがとうございます。鶏天丼と野菜かき揚げ入ってます。ありがとうございます。番号でお呼びいたしますね。すみません、お待たせいたしました。11番のお祭りおろしそば大盛りの方ですね。楽しそう。お祭りっていうだけでいろいろ入ってまでそばっぽくなってる。はい。うな玉ぶっかけ入ってます。お待たせいたしました。12番の方ですね。野菜かき揚げ後ほどすぐお持ちいたしますので少々お待ちください。そばもちゃんと色が濃い。歯があんま。そこが入ってる。お時間が一番やりやすい。野菜も少ないし。ランチに鶏天丼のセットがあるので。そうです、そうです。番号でお呼びいたします。お席に合わせてお待ちください。
いたしました。お祭りおろしそばですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。いただきます。いただきます。うまそう。あれって終わったかうまいですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。番号でお呼びいたします。お好きな場所でお待ちください。お待たせいたしました。15番の方ですおね。待たせいたしました。はい、ありがとうございあります。がとうございます。ありがとうございました。またお待ちしてます。お待たせいたしました。16番の方ですね。いたしました。淡路レンゲこちらからどうぞ。ありがとうございました。またお待ちしております。お待たせいたしました。19番の方ですね。番号でお呼びいたします。お好きな場所でお待ちください。ちくわ天2つ入ってます。冷やし梅おろしそば20番の方ですね。ちくわ天すぐあちらからお出ししますね。お待たせしました。もう一つ冷やし梅おろしになります。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。22番の方ですね。どうぞ。お待たせしました。そば湯です。お待たせしました。番号でお呼びいたしますので、それだけお持ちになってお好きな場所でお待ちください。ご飯少なめにしてもらっていいですか？カレーのご飯ですか？わかりました。野菜かき揚げ。はーい。お待たせいたしました。23番の方ですね。ご飯少なめになってます。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、お待たせいたしました。24番の方ですね。お待たせいたしました。お箸そちらからどうぞ。100
昼間なんかすぐ食べれますし、値段も安いし、美味しいので3回目か4回目ぐらいたまに来ています。いつもごちそうさまです。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。ありがとうございます。店長っていう肩書きで難しいこととか辛かったこととかってありますか？当たり前ですけど、アルバイトの時とは違ってお店を任されてる責任感みたいなのを感じるようになって、お店を運営するっていうことがすごい難しいんだなっていうのを感じました。バイトの時は思ってなかったんですけど、お客さんに提供する商品が味もだし見た目もだし、お客さんに何の害もないようにとか、こういろんなこと全部をやってるのがもう当たり前としての商品を出すっていうのが、それプラスでこうやっぱり売り上げとかも考えていかなきゃいけないっていうふうに思うと、ちょっと難しいかなと思います。今よく来られてるお客さんとかに対して伝えたいこととかってありますか？思い当たる方が結構何人かいらっしゃるんですけど、3期亭はオープンしますよっていう看板も出してないし、チラシも出してなくて、通り過ぎてくれた方がなんかオープンしてるねって言ってふらって立ち寄ってくれた方しか多分もう3期亭に来てくれてる方はいないと思うんで、そういう中で一回食べてみて美味しいと思ってもう一回来てくれてる方がいるっていうのはもうすごい励みにもなりますし、自分たちがこうやってきたこと間違ってなかったんだなって思うんで、これからも美味しいそばを提供できるように頑張るので、これからも来てくださるとありがたいなと思います。アルバイトは今週に3日くらい入ってくれる人を募集していて、学生さんでもフリーターさんでも主婦の方でもどんな方でもぜひぜひ大歓迎で、もう皆さん本当に喋りやすくて、もう本当に楽しいアルバイト先になると思うので、そばが好きだったりとかうどんが好きだったりとか、免疫近くにいるなとか、ちょっとでも興味があったら連絡してくれたらなと思いますので、どうかよろしくお願いします。立ち食いそば屋ってスピードとか味も必要だと思うんですけど、やっぱみんな元気に楽しくやってるっていうところも3期亭のすごいいいところかなと思いますし、自家製麺で朝の6時前とかから来て毎日何十食打って、だしもブレンドのだしを引いて絶対に美味しい状態でお客様のことをお待ちしてるので、3期亭に来て絶対後悔することはないと思うのでぜひご来店いただけたらと思っております。お待ちしております。